はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回はすいません、ちょっと公開が遅くなってしまって、6月前半の星の補足説明とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。あとですね、お知らせはすべて私公式 LINE の方でやっていますので、よかったらお友達登録まだの方はお待ちしております。枠は少ないんですけど、個人鑑定もたまにやっていますので、よかったら登録してください。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドの9、運命の輪、ワールドの逆、ソードの5逆、ペンタクルスのナイト、そしてペンタクルスのカップのナイト、カップキングの逆ですね。気をつけることや対策が吊るし人の逆とワンドの9の逆、そしてオラクルはじゃん、ソードの3です。どうしたって感じ。全然気にしないでくださいね。タロットカードって見た瞬間から聞いた瞬間からご自身の行動や心構え変えたらまた未来も変わりますので、あくまでも気をつけることを傾向としてみてください。そしてちょっと星の話をしたいんですが、やはり5月の21日以降双子座の季節に入っていまして、乙女座さんはこのエネルギーを自分の社会、組織、環境にすごく使えます。で、今とても動きが早かったりとか、勉強したり流通させたりとか、何かビジネスが展開していくみたいな、そういった勢いがすごくある時なんですね。で、乙女座さんは特にお仕事頑張り屋さんの方が多いと思うので、そういう意味で仕事とか環境とかが一気に進んでいくって感じがすごくあります。で、これめちゃくちゃいいことなんですけど、ここで大事なポイントがありまして、ご自身の自分で見てる自分像とかイメージ像とか能力がめちゃくちゃいきなり高くなるわけではなく、自分は自分なわけですよね。でも外側がすごく流行っているというか、盛り上げられたりとかすると、自分だけ準備ができていないとか、自分だけ周りの人とは違うみたいな、そういう風な意識になりやすいので、それに気をつけてくださいって感じで言われています。やはり入り口のところがワンドの9なので、まだまだ不十分な自分っていうものばっかりを見ていて、自分のいいところを忘れてませんかって感じもします。ここができてない、もっとこうしなくっちゃっていうことで、自己成長のためには至らない部分とか、もっと伸ばしたい部分を見ていく、そのために努力するのもとても素晴らしいことなんですけども、ちょっとできてない自分を責めすぎてないかなみたいな感じはありますよ。今ここもありますしね。なのでそのまだまだ至らないけどでもやろうとしてる姿勢っていうのを自分で褒めてあげてほしいなと思いました。本当はもう疲れてて休みたいんじゃないかなと思うんですけど、でも今ここで休むって言えないとか、周りの人頑張ってるからやらないととか、周りの人にどう思われるかなっていうところですごく他者に対しての貢献が強い感じがするので、そんなに自分を身を粉にして頑張らなくても他者は批判しないっていうふうに思っておいてください。っていうのはやっぱり星で見ても特に6月の8、9、10あたりっていうのは社交性とか友達とか豊かさとか美しさとか価値っていうその金星と発展繁栄を示す拡大していく木星っていうのがひっつくんですね。でこれが乙女座さんにとってはグループとか組織の中でとか自分の趣味の世界でとか、そういう他者との関係の中ですごくそれ生かされるので、実際コートカードもバンバンバン出てますし、非常に他者との関係性って実はいい時なのに、他の人が見てる以上に乙女座さんは自分のことを批判してたりとか、こんなんじゃダメだみたいな、もっと期待が多ければ多い分そこに応えてあげなくちゃみたいな気持ちが強いのかもなと思いましたよ。いやでも十分じゃないですか。怪我してたってしんどくたってやるっていうその姿勢が十分すぎるほど頑張ってるのかなって感じがしましたね。で今この星で見て自分の世界が開かれるとか社会運確かにある時なんですけど、社会運があるからめちゃくちゃ頑張らなくちゃっていうよりも、
社会運があるからこそ今のこの環境で満たされてることってなんだろうとか、今の自分でこそ分かってもらえる自分ってなんだろうみたいな感覚でいてくださいね。そしてこの時期って結構上司とか目上の人から可愛がられたり目をかけられたりするので、もしかしたら助け舟だったりとか、ちょっと声かけてもらってそこに甘えていくとか、心境をね伝えていくとかっていうのもできるんじゃないかなと思います。なんかとてもやっぱりね、オラクルがソードの3っていうのは自分で自分のことを責めてる時によく出てくるんですね。でしかもそれって誰かと比べてとか、同僚の何々さんはこんなにできてるのに自分はできてないとか、なんかそういう他者と本当は自分で自分のことを責めてるから他者の話が全部自分を責めてるように聞こえるだけなんですけど、なんだかこうすごくナイーブになってる心がなんかすごく傷つきやすい心境になってるのかなと思うんです。でそれなんでなのって言って、やっぱり頑張りすぎてたり本当は無理してるからこそなんかいっぱいいっぱいの状態でやってるのかなと思うので、他者はすごくそれに対して優しい目で見てくれてたりとか温かく見てくれてますよっていうのがカードで出てます。だからなんか私ってこの場にはふさわしくないんだわとか、自分の今いる世界を全否定するのは気をつけてくださいね。全然そんなことないですからね。たまたまちょっと自分が出した提案が通らなかったとか、たまたま他の人とはちょっと意見が違ってたっていうだけで、意見っていうのはいろんな意見が出る方が豊かなわけです。可能性を見れるから。自分が言ったことがそのまま通るからいいとか、みんなが同じ意見だから合ってたんだっていうことではないので、自分の中から湧いてる感覚を表現できただけで本当素晴らしいし、それを受け入れられなかったとしても、いや今は違ってたんだなって、それだけでいいので、全然本当他の人否定してませんからね。なんかむしろ心配して見てくれてるって感じがあります。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のこと見てみますね。もし自営業されてる方とかもっと頑張りたいんだ仕事をって思ってらっしゃる方はチャンスだと思いますよ。チャンスが飛んでくるって感じかな。ジャッジメント。もう一回なんかダメ元で当たってみるみたいな感じかもしれませんね。そしてやっぱり上司とか目上の人とか、今なんかこれまで開かなかった扉もう一回コンコンしたら開くかもねみたいな感じがあるので、ちょっとダメだと思っていたところにもう一回アプローチしてみるとか、過去断られた交渉先とかね、契約とかもう一回言ってみるとかいうのはすごくいいかもしれません。そして何よりもなんかその乙女座さんの状況を見る力とか、めげない力とか、なんでしょうね、状況をしっかりと把握してなんか対処している、その才能が認められるって感じがします今ね。そしてちょっと人間関係見てみようかな。人間関係はワンドの10、ワンドのページ、ワンド8ってことで、やっぱりね、関係性は勢いがあるんです。でもこれは乙女座さんだけというよりも、今ちょうどこの6月前半というのはみんながなんか動きやすい時なので、結構人付き合いもあるのかなと思いますが、必要以上に気を使うのはやめましょう。だから自分がここはやっとけばうまくいくとかそういうのはやめて OK です。どちらかというと、いかに身軽に乙女座さんが好きなように動いていけるかっていう状況にしとく方が大事みたいで、なおかつ誰かとの関係においてはすごく進むって言われているので、分かってくれる人がいるとか、例えばさっきの仕事場で急に仲良くなるとか、そういうのもあるかもしれません。ここでコートカードがねもうバンバンバンって出ているので、人との関係においてはいいんだと思います。でもなぜかこっちが気を使いすぎないように、自分が身軽でいられる付き合いをするっていう風に決めておいていただけたらいいのかなと思いました。はい、本当にすいません、ラブメッセージ取れなくて、取ります。ちゃんと取ります。この後にね、お待ちください。そして、ちょっと最後にもう一枚オラクルカードを引いてみようと思うんですけども、何かこのメッセージ分かったよとか通じたよという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。では乙女座さん、最後にもう一枚ね、フランス語のまたカードを引きますので、絵柄でそれぞれにメッセージを受け取ってください。
これかなと。どうですか？これはどんな感じがします？なんか今から開かれていくって感じがしますね。私はそんな感じがしましたね。どういう意味なんだろう。また調べてみてください。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。